this is Tonton Train! Yeah! How are you today? ということでね、今日は髪の毛染めたいと思います。皆さんね、例のウイルスでね、自粛生活でね、お家にいてつまんない刺激がないとかね、学校とかもね、ないじゃないですか、休校で。で、オランダもね、休校で、家で、勉強してたりとか、するんですけど、5月、いや、細かい話だけど、とりあえず刺激が欲しいなと思って。この前染めたんですよね。そしたら思ったような感じにならなくて、ちょっともう刺激が欲しいから奇抜にいっちゃえって感じで、はい、帽子かぶってます。ツイッター見てくれてる方は分かってると思いますが、僕ね脱色してあるんですね。2回脱色しました。こんな感じです。ブフブフすげえっしょこれ。後ろほらすごいなこれ、光の加減で黄色っぽいんだけど、もうほぼ白だよね。これでもいいかなとも思ったんで、これじゃあちょっとね面白くないのでピンクにしたいと思います。使うのはこちら、はい、出てきたこちらディレクションズっていうブランドのイギリスのブランドなのかな、カーネーションピンクってやつです。すごいでしょ、ショッキングピンクみたいなはい、マニックパニックっていうのをね探してたんだけど、マニックパニックマニパニのピンクがオランダではね僕の調べた範囲では手に入んなかったんで、これで調べたら手に入ったから、これでちょっと染めていきたいと思います。染めながらね軽くオランダ事情を話しながらいきたいと思います。レッツゴー。 OK ということでやっていきましょう。まずはですね、ワセリンとかニベアとかでもいいらしいんですけど、こうなんかね普通の染めるやつよりねすげえ強いらしいんで、こう皮膚とかにつかないようにつってもつくんだろうけど、防ぐためでね、普通の染めるやつと違ってカラーバターだかカラートリートメントだかカラーマニキュアヘアマニキュアみたいな、正式名称は分かんないけど、そういう類のやつらしいんで痛くはないんだって。だからブリーチする時の痛み的なのはないらしいんだけど、単純にインクみたいのをビチャーってかけるようなイメージなんで、皮膚にもねつくと残っちゃうらしいんだね。だからお洋服もなるべくね汚れていい服、あるいはパーカーとか着て、今パーカー着てるんですけど、前を開けずすぐに脱げるようなやつをやった方がいいらしいですね。これ眉毛すごいよね、眉毛もピンクにしていきたいと思います。で眉毛塗るときはなんかこうやってね毛の流れに逆らっていくといいらしいです。でね、日本でもねブリーチしたことあるんですよ、若い頃でね。それすげえ痛かったのだからね、あんま染めてなかったんだよね。でも去年帰った時に赤いの染めたりとかして、また今やってみようと思って、で1回目ブリーチしてる時になんか痛くないなと思って眉毛塗ってみたの。そしたら痛くなくても抜けんじゃんって言ったらなんかすごいことになってたこれはい、でどこにつくかわかんないので結構多めになんかオイリーな人みたいな感じで塗っていくといいらしいですよ。はい、こんなところで下準備完了。はい、ではこれを開けていきます。新品です。いろんな海外の人の動画がねいっぱいあったんだよね。だからそれを参考にしながらいきます。うわすげえ超ドピンクすごくないこれ。これが頭になりますよ。なんか本当にインクプルプルしてる感じ。はい、でこれをトレーに入れていきますね。こんなもんすか、適当に。これね結構色抜けするらしいんで、後でねまた上から塗ってまたピンクを維持させるみたいな、2週間とか1週間に1回やるといいらしいですよ。だから取っときます。これで全部はなくならない。 OK で次に入れるのはブランドなんでもいいんですけど、トリートメント成分がね一応入ってるらしいんですけど、ここにね入れといた方がより効果がいいらしいので、これも入れちゃいます。こんな感じで混ぜるよ。薄いかな、ちょっと薄いかも。もうちょっと濃い方が好きなんでもうちょっと足しとこう。でこれさっきも言ったけどインクみたいなもんなんで、お風呂とかがね汚れないように注意した方がいいですよ。シンクとかだからさっき後で流しますけど、いきなりシャワーでジュバーってやっちゃうといろんなところに飛び散っちゃうから、
気をつけた方がいいらしいですね。こんな感じで、じゃあ早速塗っていきましょう。まず手袋をして、さあどんな感じになるでしょうか。塗りながらね、喋りながらやっていきたいと思います。で、オランダの事情ですね。今いわゆるゴールデンウィーク、メイホリデーっていうんですけど、ゴールデンウィーク的なね感じなので、学校もっていうかまあ世の中的にお休みになってるんですけど、例年通りね。で5月の11日から学校が始まるらしいです。でそれは首相が発表したものなので、うわすげえ首相がね発表したものなので、全体的にね学校を始めようっていう動きになってます。でもね、まあインテリジェントロックダウンっていう、まあ、学校が休校になってからもオランダは割と早くねなんつうの、オンラインレッスン、オンライン対応がねすごい早くてすぐ始まったんだよね、オンラインレッスンが。で日本と違うのは学校が選べるんですよ。学校を選んでる。日本だと学区があって、その学区の中の子はこっちの学校行ってねみたいになってるじゃないですか。だから本当はあっちの学校の方が近いのになんて言いながらも遠くの学校通っちゃうみたいなことがあったりして、まあいろいろあったと思うんですけど、こちらの場合は自分で学校を選ぶんですね。だから同じ地域にね学校がいっぱいあるの、すごいいっぱいあるの。うわすげえこれそうすごいいっぱいあるの。だからねジュニアとジュニア2はね違う学校行ってるんですよ実は。そうでそれぞれの学校で対応してるので、それぞれの学校でやってることがちょっと違うんですけど、でもねオンライン対応はねすごい早かったね、両方とも。で良かったなと思ったのはオンラインレッスンの時間がかぶんなかったから良かったなって。パソコンとかねあったりとか、まあ静かにやんなきゃいけないから、それを同じ時間にやられちゃうとさ、いろいろ困ったりあるわけじゃないですか。でそういうのがなかったから良かったななんて思いながら。で5月11日から一応再開なんですけど、学校にいる人の人数を普段だからロックダウンされる前の半分にしましょうっていうねルールなんですよ。だから、教室にいる人数を半分にしなきゃいけない、先生の人数も半分にしなきゃいけないっていうことで、クラスの人数を半分に分けて、あなたはじゃあ月曜と金曜来てねみたいな、であなたは火曜と木曜来てねみたいな感じで、水曜日はなんか調整日みたいになってるらしいです。両方の学校でね。で、これに関して、行きたくない人の意見は一応尊重するけれども、それに関しての対応は、しませんよと。だから来なくても別に国的に義務教育的な感じなので、学校行かせないとね親が捕まったりするんですよ、日本と同じで。でも今回の特別措置に関してはこちらの判断、家庭の判断でやんなくても来なくてもいいけど、来なくても捕まえないって罰則はないけど、なんつうんだろう、それに対するオンラインレッスン、別のオンラインレッスンの対応とかは一切しないので、自己責任でお願いしますねという感じですね。どうすかこれやべ、眉毛塗ってないじゃん。眉毛金髪のままになっちゃうよ。眉毛金髪はちょっと困る。眉毛ピンクの人っていうのもなかなかねあれですけど、どうなんですかね。こんな感じですか。だからカメラだとピンクだな。はい、で最後に串を通して、よいしょ。うわ、剥げそう。こんな感じ。でもムラはできちゃってんな。しょうがないのか。
これでね30分だか40分だか、まあ、好きな色に染まるまで置きましょうってことらしいので、まあ、長く置いた方がねすんごく染まるみたいですけど、ということでラップして待ちます。かなり密閉する感じでやった方がいいらしいのでギュギュッとすげえな、こんな感じではい温めていきます。OK で30分ぐらい経った。見てこれドピンクやばいっしょこれ。で取ってみます。うわどうこれ。じゃあ洗い流していきます。乾かした後に出会いましょう。いくよポン。はいすげえピンク多少ムラがあるけどまあピンクですね。すっごいねこれ。うわすごいこれ。では息子たちのリアクションも見たいのでちょっと読んでみようと思います。まだよまだよまだよ。開けてる？今どこに？ビデオセットしてるからね。3、2、1、0。似合ってるよ。似合ってるマジ。結構似合ってる。結構似合ってる。なんかすごいけど似合ってるよ。いい感じ？本当にそう思ってる？うん。だからちょっとピンクは濃いって結構似合ってるね。もうちょっと暗いピンクの方が良かったかも。なんかちょっと明確るいかにここになんかオレンジ色感じが。あ、ちょっとね、それが言うちょっとムラができちゃったね。まあ結構似合ってる。眉毛も。前の金髪よりはいいんじゃん。前の金髪よりね、あれ何日間か過ごしたからね。はい、そんな感じの動画でした。コロナでもね、自粛中でも元気にやってますよ。はい、ということでこの動画がいいと思った人はライト、サブスクライブボタン押してください。じゃあまたねー。ピンクピンク。ピンクピンク。今度ジュニアたちも染める？いやオレンジオレンジ。オレンジです？いやオレンジオレンジ。オレンジ。オレンジ。服オレンジ。じゃあまたねー。バイバーイ。